今回はリールシート、ブランクの塗装とグリップの組み立てです。塗装前の準備をします。リールシートを400番のペーパーでサンディングします。リールシートの表面はオートクリアーを厚塗りした影響で引けなどがあります。これらをある程度削り落とします。続いて600番のペーパーを全体に通して塗装前の足付けとします。今回のブランク塗装はバット部分のみです。バットエンドから 700mm の位置にマスキングテープでマーキングし、バットエンドからマスキングテープまでをサンディングします。サンドペーパーは240番です。削りすぎないように注意し、全体に通します。K ナットを400番のペーパーでサンディングします。フード部分や塗装しない部分はマスキングテープでマスキングしておきます。バットエンドキャップのゴム部分とリングを取り外し、240番と400番のペーパーでサンディングします。アンダーコートを塗装します。塗装しない部分をマスキングし、マスキングにスパインを示すマークを入れます。塗料は二液ウレタン塗料、パナロックのオートクリアーです。混合比は主材10に対して硬化剤1、シンナー13で、エアー圧は 0.2 メガパスカルです。ブランク、リールシート、K ナット、エンドキャップのすべてに塗装します。ベースコート1回目は Z ブラックです。ブランクのネーム部分はスパインの逆側のみに塗装します。リールシートは両サイドのプラリペア部分には極力塗らないようにぼかします。リールシートの中心線に吹き付けてからスクリュー部分を塗っていく感じです。 K ナットはブラックの塗装はしません。バットエンドキャップは平面部分だけでなく縁の部分にも塗装します。アンダーコートで使用したオートクリアーにホワイトのパールパウダーを混合し吹き付けます。ブランクはスパイン側のみに塗装し、リールシートはリール搭載側を中心に、K ナットは全体的に、バットエンドキャップは中央にラインを引く感じで吹き付けます。ディープマルーンをオートクリアーで4分の1に希釈し塗装します。リールシート以外は全体を均一に吹き付け、リールシートは両サイドにあまり塗料をのせないように塗装します。顔料系の塗料をクリアーで希釈して塗装する場合、染料系の塗料を使った場合とはまた違った表現になります。隠蔽はさせたいが若干透過光が欲しい時などに有効で、ラップ塗装などには不向きです。オートクリアーを塗装します。このクリアー塗装はリールシートと K ナットにとってはトップコートになりますので、しっかりとした塗膜を作ります。ブランク、バットエンドキャップではデカールを貼る下地になります。艶ありで平滑であれば問題ありません。デカールを印刷します。使うテプラカートリッジのテープと同じ幅にクリアーデカールを切り出し、プライマーを吹き付けます。プライマーの乾燥を待つ間に印刷データを作ります。プライマーが乾燥したらテプラカートリッジを分解し、デカールをセット、再びカートリッジを組み立てます。印刷色は今回も金色と白色です。デカールの入ったカートリッジを使ってテプラで印刷します。ブランクにデカールを貼ります。デカールを水につけ、スライドできるようになったらマークセッターを使って貼っていきます。デカールの位置を調整したらティッシュペーパーで余分な水分を吸い取ります。デカールを引っ張ってしまわないように慎重に吸い取ります。デカールを貼り終わるとこんな感じです。エンドキャップもブランク同様にデカールを貼ります。デカールを貼り終わり、十分に乾燥させたらオートクリアーでオーバーコートしてデカールを保護します。いきなりウエットコートするとデカールが溶けたり浮いたり
トラブルが発生するので、ドライコートで塗膜を十分つけてからウエットコートしてツヤを出します。オートクリアーでのオーバーコートが終わるとこんな感じです。少し粗がありますがいいことにします。リールシートと K ナットも妥協範囲内です。エンドキャップは修正が必要ですね。グリップを組み立てます。ブランクとリールシートを仮組みします。塗装の厚さが影響し所定の位置に入りません。リールシートの内側を削って合わせることにしました。ドリルドライバーに EVA ポルクリーマーを取り付け内径を拡大します。粉塵を掃除機で吸い取り再度仮組みします。リールシートにブランクを通してみると今度は良さそうです。ブランクのバッドエンドからリールシートのトリガー側の単面を測定してみると 336mm です。正常に調整できたのでリールシートを外します。今回のブランクは前作より太くバッドエンドで 16.5mm あります。 EVA をバッドエンド側から組み立てられるようにするとかさ上げが多く重くなりそうですし、グリップをシェイプすることもできなくなります。そこで EVA をブランクに接着してから成形することにしました。外径 28mm 内径 15mm の EVA を 340mm に切断します。メジャーで測り 340mm のところにマスキングテープでマーキングします。マスキングテープを貼り終わったら再度計測し正しい位置にマーキングできているか確認します。マスキングテープの端から少し開けてカッターナイフで切断します。 EVA ポルクリーマーをドリルドライバーに取り付け EVA の内径をブランクに合わせて拡大します。動画ではカッターナイフで切断した側がブランクのバッドエンドになるように拡大しています。 EVA の内側をペーパー状に切削するので間違えて逆側を削ってしまわないように注意します。内径の調整が終わったらブランクに仮組みし組み立てられるか確認します。リールシート側には隙間があります。 EVA をブランクに接着しリアグリップとします。先ほど確認したリールシート側の隙間をテサテープで埋めます。ブランク直径が加工前の EVA 内径 15mm より細い部分に巻きつけ調整します。ブランクの接着剤をつけたくない部分をマスキングし EVA は 335mm の位置に新しくマスキングテープでマーキングします。30分硬化型のエポキシ接着剤を等量取り出しよく混ぜ合わせ EVA の内径とブランクに塗っていきます。 EVA の内径は棒状のものでよくすり込んでおきます。動画では折れたブランクを使って塗布しています。ある程度細く合成が高いものが塗りやすいと思います。片側から塗り終わったら逆側からも同様に接着剤を塗布します。接着不良を防ぐために必ず開口部の両方から塗り残しがないように塗布します。ブランクの接着面も同様に塗り残しが出ないように塗布します。組み合わせる時に伸びるだろうと手抜きをすると接着不良を起こすのでしっかり塗っておきます。接着剤が塗布できたら EVA とブランクを回転させながら組み合わせます。ブランクのバッドエンドとマスキングテープの単面をだいたい合わせておきます。ブランクのマスキングを剥がしはみ出した接着剤をアルコールを積み込ませたティッシュペーパーで拭き取ります。リアグリップを接着したブランクはいつものミニウッドレースにはつきません。そこで延長ベッドと接続部品を作り取り付けることにしました。延長ベッドは長さ 985mm の赤松材で作っています。ウッドレースから押しセンターとコレットチャックを取り外しドリルチャックを取り付けます。
ができたウッドレースを延長ベッドに取り付けます。見ての通り、タッピングのトラスネジの頭でウッドレースのベッドを延長ベッドに押し付けて固定する簡単なものです。ウッドレースが後退しないように金属製の壁掛けフックをストッパーにしています。使い古しのカーボンパイプをベアリングに入れ、接続部品をチャックします。こんな感じです。ブランクをセットしてリアグリップを成形します。まず回転させて触れ回らないか確認します。大丈夫そうです。バッドエンドの EVA をマスキングテープの端に合わせて削り取ります。次にリールシート側のマスキングテープよりも前側をリールシートリングの内径に合わせて削り取ります。使っているサンドペーパーは120番です。リールシート側の段付き加工が終わったら一旦外し、リールシートリングが正常に組み立てられるか、リールシートに干渉しないか仮組みして確認します。リアグリップの長さ 335mm とリングの厚さ 1mm を足して 336mm、 リールシート位置も問題なく組み立てられるようなので、仮組みを解き再びウッドレースに取り付けます。バッドエンド側は外径 26mm まで削り落とすのでマスキングテープを剥がしておきます。彫刻刀で大体の形に荒取りしていきます。荒取りできたらリールシート側のマスキングテープを剥がして120番のペーパーで成形します。最後に180番のペーパーを通して仕上げます。フォアグリップを成形します。フォアグリップのフロント側は小さな穴が開口していますが、このままでは今回使用するトップリングが組み立てられません。トップリングに合わせて内径の大きなパイプ状にするために切断します。ウッドレースは延長ベッドから外し元に戻しています。一旦外して様子を見ます。パイプ状にできました。今回はもともとトップ側だった方をリールシート側にして使いますので、そのつもりで成形します。180番のペーパーで切断面を整え、そのまま180番のペーパーで全体を成形します。前後の角に C 面をつけますが、リールシート側の C 面をやや大きくしています。成形が終わるとこんな感じです。成形が終わったフォアグリップを KN フード、トップリングと組み合わせ、K ナットを切断する長さを把握します。先ほど確認した長さぐらいのところにマスキングテープを巻いてマーキングします。本当は測った方がいいです。ダイヤモンドカッターをリューターに取り付け切断します。実際には削るに近い感じですが切断します。そのままダイヤモンドカッターで単面を仕上げます。内側にできたバリをアートナイフで取り除き、マスキングテープを剥がしたらフォアグリップ、トップリングと仮組みします。問題なく組み立てられるようなので接着するために分解します。切断面にペーパーをかけます。フォアグリップを接着します。よく混合したエポキシ接着剤を
K ナットの外周とフォアグリップの内面に塗布します。ここでもリアグリップと同様に塗り残しが出ないように気をつけて塗布します。接着剤を塗り終わったら K ナットにフォアグリップを組み合わせ接着します。フォアグリップを回転させながら押し込んでいきます。はみ出した接着剤はヘラなどでかき落とします。最後まで押し込み切ったらトップリングをはめ込みます。内側にはみ出した接着剤をかき落としたらアルコールとティッシュペーパーで拭き取ります。リールシートリングをリールシートに接着します。リールシートの内側にエポキシ接着剤を塗布し、リールシートリングをはめ込みます。リールシートリングは切削加工した関係で組み立て方向がありますので、しっかり確認してからはめ込みます。リールシートを接着します。ブランクの接着剤をつけない部分にマスキングをし、エポキシ接着剤を塗布します。リールシートのブランキング穴と重なる部分は塗らなくても問題ありません。それでも接着面に塗り残しがあると接着不良につながるので、全面に塗っておいた方がいいかもしれません。リールシートの内側にも接着剤を塗布します。リールシートの内側は 3D プリンターで印刷した ABS のスリーブなので、フィラメントの間には微細な穴が開いています。これらを埋めるつもりで必要にすり込んでおきます。こんな感じです。リールシートとブランクを組み合わせます。マスキングテープを剥がし、はみ出した接着剤をアルコールとティッシュペーパーで拭き取り、接着剤が硬化するまで静置します。エポキシ接着剤が硬化したら、スクリュー前側部分のブランクをワインディングチェックの内径に合わせてマスキングテープでかさ上げし、エポキシ接着剤でワインディングチェックを接着します。ワインディングチェックの接着は特に強度は必要ないのですが、接着不良を起こすとキャスティングやフッキングの際に音が出る場合があります。それでは嫌なので、ここでも接着面全体にしっかり接着剤を塗っておき、回転させながら接着します。はみ出した接着剤はアルコールとティッシュペーパーで拭き取ります。スクリュー部分に拭き残しがあると KN フードが組めなくなるので注意しましょう。エポキシ接着剤が硬化したら KN フードをねじ込みます。グリップ完成です。今回の動画はここまでです。次回はガイドラッピングと飾り巻きを中心にロットが完成するまでを予定しています。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。質問、感想などもお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。